皆さん、こんにちは。ブエノスディアス。今回は1年旅してきた旅の相棒、トラックキャンパーの車内のルームツアーをします。チリで2023年の12月にフォード製の F350 というアメリカで作られたトラックキャンパーを購入。ピックアップトラックに中に住めるキャラバンが載せてあるデザインになっています。車を買って1年2ヶ月、南米5カ国をマイペースに暮らすように旅してきました。旅の動画は未だに2カ国目のアルゼンチンなのですが、リアルタイムではチリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル、パラグアイを訪れました。旅動画も頑張って編集します。目指すはアラスカ、パンアメリカンハイウェイと呼ばれる南北アメリカ大陸を網羅する道路を完走したいと思っています。ゴールは一体いつになることやら。以前ルームツアー動画を公開しましたが、1年経って南米での車暮らしのリアル、車の変化を紹介します。行く前は南米について何にも知らず、スペイン語も全くわからなかった私たち。実際にチリで車を買い、地元の人の助けを借りながら、数々の車のトラブルに直面しては乗り越え、飛行機では行けないような場所も車で訪れてきました。旅してきた車は1年経って今どうなっているのか、南米での車暮らしの1ヶ月の生活費、いくらお金がかかるのか、実際の金額も発表します。今日はちょっとその車中泊を紹介しようと思います。こんにちは。こんにちは。ちょっとお伺いしたいんですけど、1ヶ月家賃どのくらいですか？キャンピングカーに住んでるので、はい、家賃は払ってないです。あ、ちょっとね、これよく流行ってるやつでやってみたかったんですけど、今日は1年経ったこのバンライフでの生活、車内紹介をしてもらいたいと思います。1年前も車内動画撮ったんだけど、1年経ってどうなったかっていうのを今日は紹介したいと思います。 OK。 はい、じゃあ車内行ってみましょう。はい。外観なんだけど、なんか変化ありましたか？1年間でいっぱいぶつけたりね、傷つけたりしてるから、こういうちょっと剥げてたりとかあるので、大変です。汚くなりました。ここもちょっと曲がっちゃってね、ぶつけたんで。はい。一番ぶつけちゃったのはここかな。ここが橋にぶつかってね、ガーンって。あー、ちょっとへこんじゃってますね。はい。ここのピースとかも抜けてるし、いろいろ。これが車とこのキャラバンをつなぐ器具なんだけど、今ちょっと外れちゃってます。大丈夫でしょうか？一緒に旅している車、仲間です。じゃあちょっと中行ってみましょう。どうぞ。じゃあちょっとお邪魔します。はい、これちょっと靴脱いでもらって。はい。じゃあ靴脱いで入ります。こんな感じで普段生活してます。私は立てるよね。ケンちゃんは身長どのくらいでしたっけ？184なんで、ここは立てるんだけど、ちょっとここ低くなってるんですよ。ああ、そうなんだ。若干ここがギリって感じですね。ああ、ベッドは？はい。ベッドは2メートルぐらい横あるんで。ずっと1年間変わらず。結構ね、快適に寝れます。雨漏りとかね、したよね。雨漏りは、この窓の隙間から入って、一応修理に出したりしたので、まあでも、大雨だとまたちょっと漏れたりするんですけど、この雨漏りでベッドを出してなくて、下が黒カビにまみれになったことがあります。気づかなかったんだよね。この下にちょうどこの間にね、そこも全部きれいにしました。はい。で、今は毎日換気が良くなるように毎日やってます。このさ、シーツさ、水色じゃなかったっけ？水色でした。シーツもカーテンも全部色がね、ピンクに染まっとって、なぜならこの赤いソファーと一緒に洗ってしまって、色移りしちゃいました。まあ、ちょっとイメージチェンジってことで。冬の寒さ対策はどうしてましたか？冬はね、めちゃくちゃ寒い時は、もう寝袋出してましたね。車って寝たりしてて。暖房器具がなくて、もう自分たちを暖かくするしかなかったよね。結構マイナスの場所行きました。1年前はね、これはなかった新しい。じゃじゃん。エアコンはどうですか？これは12ボルトで動くエアコンなんだよね。10段階に動くんで、結構いい。風がこうやって向き変えれたりとか。でソーラーパネルで充電した電気につくんだけど、こっちでスイッチを入れて、そしたら電源がつくから、おー、ついた。めっちゃ直で風来る。どうですか？いや、気持ちいいよ。水も追加されるんで、上から水入れるんだけど、結構涼しい風が来るようになる。じゃあこれでもう暑い日も寝れますか？そう。暑い日はこれつけっぱなしでもう寝てるんで快適になりました。40度とかの日は、ブラジルの夏とかね、暑いから。さらに車内はこもるから、サウナみたいになっちゃう。
もうこれつけたとしてもちょっと無理なんで、そういう時はもうなんかカフェとかに避難してましたね。そうで、夜ちょっと暑い時につけると効くぐらいのエアコンを導入しました。で、電気なんだけど今はどんな感じで使ってますか？電気は、うんまあ、ここ太陽光パネルの上についてる、そこからの電力を、使ってます。太陽光パネルは1枚だね。それは変わらず。でもバッテリーを私追加したので、今まで1個しかなかったんだけど、1000mAh のバッテリーが2つになりました。それでなんか変化はあった？変化としては、蓄電ができるようになったので、まあ、パソコンの充電とか、冷蔵庫とか、使ってても、まあ、ある程度は大丈夫ね。パソコンと冷蔵庫はよく使うもんね。まあ携帯とかも充電したりしてます。冷蔵庫も新しくなったんですよね。そうですね。前は、なんかこの四角い古い冷蔵庫で、なんかアンモニアを使って冷やしてたんですけど、もうこれ完全に電気ですね。こういう感じで、今ちょっと入れてないけど。ここでね、使ってないから20度になってるけど、まあ氷点下まで下げれます。冷蔵庫で生活してます。じゃあちょっと収納なんだけど、ちょっと変化があるかどうか見せてもらっていいですか？収納ね、まあ物は少し増えたかもしれないですね。上これ食料、これは食器とか。食器もね、こういう割れないお皿とかで食べてます。変わらずだけど、調味料は全部こぼれちゃうんで、こういうペットボトル、これはそれ梅酒とか、これワイン瓶だと割れたり、これは醤油、それバルサミコ酢、コカ・コーラに入った油、全部ペットボトルに。それもナンプラー麺で作った寿司酢もペットボトルで、全部ペットボトル。書いとかないと分かんないねこれ。穀物系の食料、ナッツとか砂糖とか。あとね、ここら辺は結構南米ってキノアの生産地なんで、キノアよくスーパーフードの食べるようになりました。お湯にふかすとね食べれるんで、体にも良くて健康的です。あとこの地元の蜂蜜とか、蜂蜜安くて美味しいです。南米はどこもぐちゃぐちゃです。ぐちゃぐちゃですね。まあカメラ器具とか、コーヒーグッズとか薬とか入ってます。はい。この下はマテが入ってるね。マテとか、米、あとはちょっと鍋類とかですかね。圧力鍋買ったんだけどあんまり使ってない。圧力鍋の圧力をかけるために結構火力がいるから。で、ゴミ袋はだいたいこうやってゴミをこの中に入れて、溜まったら各地で捨ててます。結構日本ってゴミ捨てるとこないんだけど、南米はガソリンスタンドとか結構街中にもゴミ箱があるので、すごいゴミは捨てやすいです。クローゼット、そうね、もうこれもちょっとぐちゃぐちゃだけど、いっぱい詰まってます。こうやってハンガーかけたりとか、これはねインバーターね、この中にクローゼットと一緒にインバーターが裏にもバッテリーが入ってはい。で、そのソファーの下もこれも全部収納ですよ。これも服とか、服とかね、もう裏を書いてます。なかなかね季節が変わりやすいからむずいよね。夏服も冬服も。服が多いね。そうだね。もうただ詰めてるだけですね。ここはでもキャンプ用品、テントとかマットとか寝袋も入ってます。で、こっちがね、ごめん、いろんな観光地のマップとか置いてます。あとレシート類とか置いてます。この調味料なんだけど、基本日本食かな。こういう海苔とか。そうだね。ブラジルのね、サンパウロで仕入れたカップラーメンとか、カレーとかね、キューピーマヨネーズとか、梅干しもあります。ここはいろいろ日本食のストックが置いてあります。で、この下にはね、去年はね、あんまりキャンプ場に行ってなかったんだよ。でもこの1年でキャンプ場で外部充電をするってことを覚えたので、その延長コードとか変換器とかあります。それで地下の収納になってます。で、この下に水のタンクが置いてあって、60リットルぐらいかな。入ります。この床にねあって、この前水を入れすぎて、ちょっと床が浸水してしまったんだけど、生活するタンクが入ってます。で、このベッドは2人でだいたい寝てるんだけど、ちょっと暑すぎる時とかはこっちの下のソファで1人寝たりしてます。テーブル自体もね、そう。ここまで下げれる。そうだね。それで大きいベッドになったりします。でもあんまりここは使わない。誰か一緒に旅する人募集中です。ちょっとケンちゃん、ここ一番やばい部屋。一番汚いんじゃない？ここがね、一番ね、1年前と変わりました。去年綺麗だったよ。去年綺麗ですか？はい。じゃあ1年経って。はい。ちょっと恐ろしいんですけど、ジョン。ストレージ。うわー、やばいです。ここはね、なんだろう。洗濯物。本当はこうシャワーと洗面所なんだけど、もう今は完全に。倉庫だね。
はい、物置になってます。なんか今洗濯に干したって言うけど、そう。まあ、ガスタンク、うん。料理用のね。料理用のガスタンクと、あとね、ヨガマットもね、去年はなかったけど、あ入手しました。うん水とか。あ、水ね。うんこの、6リットルのね。これは日本から持ってきたリュックとか、そうだね。アウトドアとか行くときの。で、ここは全部靴。靴とか、そういう、いろいろそういう、スニーカーとか。つい先日なおちゃんが靴を一足なくしましたけど。ケンちゃんの靴ばっかりで。あとね、生乾きの時とか、外が雨の時、なんかサンルームみたいに、ここで洗濯物を干してる。ね、ここして。あとはこういう私の化粧ポーチとか恐ろしい空間だね、プロテインとか、あとはこの雨漏りした時のコーキングとか、あと車のオイルとか、ここがめっちゃ去年なかったけど増えたものだね。レスコボール、ブラジルのビーチでスポーツするとか、あとスキンケア用品とか、やばい、全部ここにあります。ケンちゃん、ここさ、シャワーとトイレだったんだけど、泊まったところのトイレ使ったりとか、シャワーはキャンプ場最近多いよね。キャンプ場のシャワーでもういいやってなったりとか。ガソリンスタンドでね、ガソリンスタンドのシャワー、トラックの運転手さん用に作ってあるシャワーを作ったりします。だけど本当にシャワー浴びたい時は、私は鍋に水を入れて、で鍋からこのコップでサクッとすくって自分でシャワーやってますね。俺はやってないけど。耐えられない時は水浴びしてます。はい、ということで物置になっちゃいました。これが大きな変化です。車の上も見せたいので、ちょっと来てください。1年前と変わりました。変わった。おー、じゃあちょっと行ってみよう。来ました。すごいタイヤがいっぱいあるね。去年はね、1個だけだったけど、探すのが大変すぎて、3つ、しかも、車の底にも1個あるんで、計4つ。安心だね。前後で違う、若干サイズが違うのよ。2個ずつスペアタイヤを今運んで、問題起きたらすぐに交換できるようにして。この2つはブラジルで買って、でこちらのホイール付きをパラグアイで買ったね。ホイールも探して買いましたね。ホイール探すのめっちゃ大変だったね。タイヤはね、パラグアイが安い。タイヤは確かにパラグアイで買うのがおすすめです。アルゼンチンはね、輸入物はすごい高いから、確かにタイヤもすごい高い。確かに関係ないんだけどさ、この景色最高。いや、本当だね。アルゼンチンのフフイのめっちゃ綺麗だね。ソーラーパネルは変わってないね。頑張ってくれてるよね。こんな感じですね。続いては1年間の南米車中泊の生活費を大公開。働きながらバンライフしているデザイナーケンちゃんの仕事事情についても本音をぶっちゃけます。あとよく聞かれるんだけど、ケンちゃんは仕事しながら旅してるんですけど、でどんな風に仕事してるかっていうのを紹介してもらえますか。でこれがね、もう一年中ずっと使ってるバッグ。壊れてるよね、チャックも。もうね、壊れては直しては繰り返してますよ。ピークデザインのバッグで。これは先日一緒に踊ったおばちゃんからのね、カーニバルで。このパソコンとかディスプレイとかはいつもこの中入れてて、これカメラとかも入れてるんで、ディスプレイ、サブディスプレイがあって、これも1年前はなかった。これは確かあったね。そうだね。っていうのは日本から持ってきたやつちょっと壊れちゃったから。壊れたよね。これがなんで、ブラジル仕様かな。でもね、チリってこの3本なんだけど、この2本も使えるから。チリは3本だけどブラジル2本だけど使える、各国変わるとちょいちょい変わるから大変だよね。差し込み口が3とか2とかってさ、いろんな形あるからそこだけ入んなかったらアダプター使った、サブディスプレイがあるとね本当に仕事はかどるから、こんな感じかな。こんな感じで、車の中でも仕事しやすい。仕事しやすいよ。広く使えるし、日にも邪魔しないし。カフェだとねやっぱり長居するとさ、場所によっては結構居心地悪かったりするじゃん。バンライフって自分の空間だからいくらでも好き勝手できるし、もう疲れたらちょっと休憩して。確かにすぐ寝れるのがいいよね。ネットはスターリンクを使ってます。使ってません。嘘ついた。今テザリングですね。基本SIM カード、これも変わってないよね。各国の SIM カードをゲットして、安いからね、販売のところでも本当に今でもね300、400円で15ギガとかのプランを使ってます。でも場所によっては繋がらないところもあるからなかなか難しいよね。1年旅しながら仕事してきてどうだった？そうだね、電波が繋がらなかったりとか、どうしてもやっぱりミーティングのために電波が強い場所に行かないといけないとか、それを探さなきゃいけないとか、そういう時間は多かったから、それはしょうがないんだよね。でもさ、こんないろんなとこ行きながらさ仕事させてもらってさ、このクライアント先も認めてくれてさ、ありがたいよね。でも無理ではないってことだね。無理じゃない、全然。
できますよ。ノマドはできるんだけど、バンライフの良さは電気源をすぐに確保できるってことと、一人の空間を。それがいいことだね。その2点が一番メリットね。じゃあデメリットは？バンライフのノマドのデメリット。デメリットは気温に左右されたりとか、さっき言ったように雨降ってる時とかだと充電できない。雨の日が続くと、やっぱ宿探したりとか。そうだね。さっきちょっと雨漏りとかしちゃうと、そっちに集中力持ってかれたりするから。本当だよね。車の壊れたりさ、問題とかさ、それも処理しつつっていうのでね、大変なこともありました。ところで、この家賃はかからないんだけど、車の生活費1ヶ月どんくらいかかりました？国によってだいぶ違います。アルゼンチンとか安いんだけど、2人で10万。2人で10万で。そう、ウルグアイとか高いし、あと車の修理代とかが入ってくると上がるので、高くて40万とか。やっぱ平均したら2、30万。まあ日本とそんな変わらない。確かに。このことについてはまた詳しくいつかお話ししましょう。ということで、そうだね、質問とかね。ということで、今日は1年経った南米バンライフ車中泊の車内紹介でした。バイバイ。また来年。